おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。お邪魔しちゃって大丈夫ですか？はい。皆さんいらっしゃるんですね。はい。マネージャーで。マネージャーですね。マネージャーです。よろしくお願いします。お願いします。で、地元の後輩です。はい。あ、後輩。はい。地元姫路の、兵庫県姫路市の。で、いとこのアンポソラ。ブレイキングダウン2連敗中の。後がなくなって田舎に帰ったっす。それは今回おじいちゃんとおばあちゃんが和歌山で、僕実家が岡山なんですよ。実家が岡山で、せっかくだから練習見てほしいなっていうので、今日ちょうど誘ってたんですよ、おじいちゃんとおばあちゃんは。でそれおじいちゃんとおばあちゃんを一緒に連れてきてくれました。そうなんですね。で今回ちょっと試合に向けて、サポートとかもしてもらってるんで、今ここでエアビーで一緒にこう住みながらやってます。ここエアビーなんですか？ここエアビーっす。空はたまに来てるだけですけど、あと弟いたんですけどね。弟ついどっか行ったっす。それ言う。これ笑い事じゃないけど、ほんまに笑い事じゃないけど、もう笑うしかなくなってる状況なんですよ。もう頑張る言うて、頑張ってたんですよ、マジで。1回ぐらい頑張ったのかな。1回ぐらい頑張ったんですけど、結構もうほんま練習もやってて。3日4日だけ頑張ったんですか？頑張ったっす。朝起きたら俺らなんてたんですよ。そのことについて話しますか。ちょっと軽く。世間でいうと三日坊主的な。いや4日坊主ね。4日起きたっす。朝起きたらおらんくて、あれおらへんなと思って、で空に聞いたら6時ぐらいに散歩行き、外でガチャガチャで出ましたよって言って、一人でおる時間も大切なんかなと思って放置してたら、帰ってこなくて、でも1日ぐらい休み欲しかったかなと思って、僕は優しくこう「絶対帰ってこいよ」と「みんな待ってるから」って心配かけんと「明日帰ってきたらもう全部許すから」って言ってたら「明日絶対帰る」って「ごめんな」って心配かけて何も言わせて出てで帰ってこないですね。明日絶対帰ります約束しますみたいな。いや別に僕そんな詰めてないですよ。もう詰めてないですよ。そんななんか分かってもらわれへんね。一番難しい問題かもしれないですこれ。マニーパッキョ戦のことですじゃなくて、これについて20分ぐらい話してます。それはないですけど。さあがんそれはないですけど。もう一回ヒゲからそうですよ。意外とヒゲさんしか今サードに顎ヒゲ感じた。わかりました。でも今顔見て思ったんですけどね、でも痩せましたね。そうですよね。はい。前回試合したのがスダリオ選手と試合したわけですよ。はい。あの時がね81キロだったんですよ。で普段が大体78ぐらいをキープしてて、70キロで試合するにあたって、でもこう試合決まって1ヶ月間ぐらいで3キロぐらいこう増量したんですよ。でその体重をこうキープしたものはストリックランド選手とかとスパーリングしたりして、ほんでパッキョ戦決まったじゃないですか。結構僕体重落とさんかったらやばかったんで、81から69って減量幅12キロで、そもそも別にその体脂肪率が多いタイプでもないんですよね。だからこれ相当やばいなっていうので、結構体重は早い段階で落として、もう今あと18日か19日かぐらいですけど、現在体重 76.5 とか77とかなんで、めっちゃ順調に。あと7キロぐらい。78キロですね。いつもとだから変わらんぐらい、いつもそんぐらいなんでいい感じですね。減量って結構きつい方です。きついでしょうね。みんなきついんですけど、もちろんもともと脂肪があるタイプでもないし、あとそのオフでも結構体はなんていうかな、筋肉ずっと仕上がってる感じなんで、そうですよね。そこはちょっとやっぱ大変でしたね。振り返ると、よくスダリオ選手とやりましたね。ね今思うとね、そう思います僕も。今もう一回やれ言われたらそういう気持ちがないから、燃えるものがないからもうやれないですけど、あの時はほんまにマジで思ってることもムカつく気持ちもあって、お互いにね、引く理由がなかったから戦った、もうそれだけの話ですね。よく SNS で格闘家同士が喧嘩したりするじゃないですか。はい。あれ本当に実現させる人ってなかなかいないじゃないですか。っていうかね、そもそもねほんまに戦わへん喧嘩したくないんですよ。そうだから平本と昔僕バシバシやってたでしょ。あれあんまよく嫌やったんですよ。あれあんまりやり取りをそこまでしたくなかった理由があって、戦う可能性があの時はなかったんですよ。で一回ザマッチとかでもしかしたらアンボと決まるかもみたいな流れがあったから、俺もここでやれるんちゃうかなと思ってバーって家やったりしましたけど、根本はあんまそんな好きじゃないですね。戦わへん煽り合いは好きじゃないです。戦わへん煽り合いで僕が煽るのは梅野源氏だけです。あいつはきしょいです格闘家で一番嫌いなんですあいつ。俺公言してるんで、僕自分の意思がないんですよ。ほんで格闘技ファンとかのこの意見にすり寄った感じの安牌なところを言ったり、なんかほんまに自分の意思がないんですよ。俺のこともスダリオとか選手とかと戦った時とかは、なんかこの周りの流れ、周りのこの賛同に乗っかって評価してくるし、
なんか誰かが叩かれてる時はそれに乗っかって叩くしみたいな、お前自分の意思ないみたいな、ほんで肘が俺の肘がやばい爆肘やみたいな、いやお前肘だけルールでやっとけって話じゃないですか。誰がお前のこと大事に見たいんや、アホかほんまに。スーパー肘っていう団体でも立ち上げとけって話でしょ。ほんまにスーパー肘1でやっとけって、ほんまに。ほんま言うたら悪いけどほんま嫌いやねん。すごいっすね、ジャンポ選手ね。ライジン来てから、はい、めちゃくちゃチャレンジャーっていうか、壁ばっかぶつけられてるなと思って、ブアカーオとか壁っすかね。はい、久保選手と MMA やったり、まああれほんまに持っていかれた感じだけどね。半分もちろん最終僕がやるっていう判断は決断を下したんですけど、久保選手の時はやっぱ周りはみんな反対でした。身近な人は反対しました。なんでそれでもやろうと思ったんですか？平本と榊原さんあったじゃないですか。ちょっとまあお酒飲んでたのもあって、これいけんじゃないなと思ったのもあったり、盛り上がるやろなっていう、まあ大晦日をシンプルに盛り上げたかったっていうのと、でその安保ってバカだねみたいなのあったじゃないですか。なんかああいうのも僕別に嫌じゃないんですよ。ああいうポジティブなバカだねって言われる方は結構気に入ってて、自分の中で。でもやっぱまあなんやろ、難しかったとかじゃなくて、そんなやっぱね簡単にいくもんじゃないなっていうのはやっぱ自分でやったからこそ分かることだし、やってよかったなと思いますよ。でその後スダリオ選手と、さっき話したスダリオ選手とやって、誰が悪いか分かったっす。木村稔が悪いんですよこれ全部全て。久保選手と MMA やったのもそうでしょ。次スダリオ選手やるのも木村稔がブラカオ選手と戦ったでしょ、神戸で。もう何負けとんねんな話ですよ、2ラウンドで。あれって確かね、もうリングサイドで見てたっす。ブラカオ選手勝ったじゃないですか。だからまあもうそこに言うしかないから行きましたけど、ほんま本心だよ、木村稔ほんま何したんだよって話でしたね。ライジングワイダーみたいな感じのその雰囲気出すのやめてほしいです。減量中でね、ストレス溜まってるのかもしれない。いやストレス溜まってないです。めちゃめちゃいい感じです。そう僕自身の練習で超順調っすよ。あ、そうなんです。めっちゃいい感じです。でショーン選手とはいやろうと思ったのはなんでなんですか？そもそも僕ね、ショーン・ストリックランド選手は好きやったんですよね。UFC ファイターのその人気選手を結構僕は追っかけてるんですけど、そのショーン・ストリックランド選手その中でも結構好き、発言がね、思ったことをほんまにそのまま言ってるんですよ、絶対に。でその思ったことをそのまま言ってることが多分僕と感覚めっちゃ近いんですよ。なんかこの人いいな、かっこいいなって思ってたのがあったんですよ。でそれでなんか日本に来てる、そもそもその UFC ファイターのトップ選手が日本に来ること自体がもう珍しいことじゃないですか。そうですね。でそんな中でスパーリング相手を募集してると。でキックボクサーで80キロ以上、ギリ80キロあるわ。でキックボクサーじゃないですか。これもうチャンスでしょ。そんな UFC って世界最強団体、一番世界ででかい団体じゃないですか。そこのチャンピオンを取ったことある階級上の選手とこう戦わせてもらって、圧力とか、そういうの全部感じれる、こんな機会ないじゃないですか。だから僕怪我するやろうなと思ってましたし、でもそれって自分を格闘家として一皮向けさせるチャンスなんで、だから手を挙げさせてもらいましたね。技術的に負けてるとは思わなかったです。でパッキャオですね。言われたタイミングってどのぐらいだったんですか？ストリックランド選手とスパーリング終わって、で僕はその榊原社長に、直接ではないけど、今度だと虎島でなんですよ、パッキャオが来るみたいなことをちらっと耳にして、ぜひやらせてほしいっていう手を挙げてたんですけど、次の日挨拶行かしてもらって、そしたら鈴木千尋選手で決まったというのを聞いて、ああそっかと思って、ゴミ選手そこからボクシングのマッチをするってなってたでしょ。あれパッキャオ戦もしかしたらこれやらんのちゃうかなってなんか直感があったんですよね。変われる準備しとこうみたいな感じのを思ってたんですよ僕。ああそうなんですこれ喧嘩して思ってたんですよ。これ言ってたよな。はい、そうなんですよ。鈴木千尋選手が拳を怪我してしまって、で代打って言われた時はもう本当平常心でした。うわやるぞみたいな感じじゃなくて、すごいふつふつと燃えてる感じですね。率直に聞くんですけど、勝機あると思いますよ。もちろんあります。今中尾先生と一緒にやってる練習、守備戦術を高めながら自分からアクションを起こし攻撃していくんですけど、それを完璧に遂行すれば絶対にぶっ倒せる。それは分かんないです正直。でも倒されることはないです。はい、これ別に舐めてないんですよ。負ける気はしないですね。はい、倒される気もしないです。それ何がそういう気持ちにさせてるんですか？僕がね K1 で山崎選手 K1 タイトル持ってる僕が65キロスーパーライト級のその3回目の防衛戦が山崎選手やったんですよ。でその時に YouTube 伸びて結構成熟してきだしたタイミングで、結構もう頭の中がこう YouTube やったんですよ。でそれで派手にぶっ飛ばされたんですよ。でその時僕自分で大阪のジムがあって、今もあるんですけど、そこで練習してたんですよ。自分がマジで気持ちいい練習しかしてなかったんですよ。蹴りが好きやから蹴りいっぱい蹴る、技にフォーカス、戦術にフォーカスっていうのは全くしなくて、俺のハイキックの速さがあれば大丈夫、こんな感じです。
浅いんですよね。で3回目の防衛で失敗したんですよ。でその時に自分の YouTube の、カメラマン編集やってる、クリオっていうのがいるんですけど、この子のおじさんなんですよね、中尾先生が。でこのクリオがちょっとボクシングに興味ないですかって言われて、僕が試合負けてからですね。で場所は和歌山ですということを言われて、でその時僕もこうなってるんで、いやいや和歌山には行かんやろっていうなんかあったんですよ。なんかちょっと舐めてたというか、そうなんか K1 チャンピオンやったのもあって、で23歳っていう、子供じゃないです、24か分からんけど、舐めてたんですよね、すごいめちゃくちゃ。でその時になんか、クリオが、騙されたと思って一回聞いてほしいですって言って、そこまでやったら俺行かしてもらうわで行ったら中尾先生とやらせてもらって、もう衝撃受けたんですよね。その3回目2回目3回目ぐらいの練習で、こんなにパンチ奥が深いんや、足の運び方一つ、頭の置き方一つでこんなに変わるんやって、状況がっていうのを知って、ボクシングって面白いと思ったのが4年前ですね。でそこから13、4戦してるんですよ。パンチで効かされたこともなければ顔でダウン取られたこともないんですよ。だからパンチでダウン取ることもめちゃめちゃ増えましたし、だから唯一この先生と組んでから負けた試合が野入選手の決勝戦、ボディで倒されただけですね、唯一。だからそれぐらいボクシングには自信ついてきましたね、最近。てか顔出した線が出てくる。安藤選手とはもういとこというか子供の頃から一緒だったんですか？そうです、いとこなんで一緒です。どんな人でした？なんかめっちゃやんちゃですね。はちゃめちゃだったです。今格闘家としてはどう？格闘家としてというか、人としてもそうなんですけど。いやもうめちゃめちゃリスペクトしてますね。格闘家としても人としても。プレパレーションいいっすね。普段やっぱこういうこと近くおったら言わないじゃないですか、照れくさいから。そういうの聞けて嬉しいですね。そういうふうに思ってくれたんやと思って、嬉しいです。マネージャーははい、いつからもう今年で2年目ぐらいです。地元の先輩で、中学校の先輩で、弟の陸も親友なんですよ。どういう人でした？もちろんやんちゃでしたし、みんなやんちゃって言いますけど、でもなんかヤンキーじゃないんですよ。エアガンと花火が好きなだけなんですよ。はい、なんか生物的に強いってよく言うじゃないですか、格闘家のこと。生物的に面白いんですよ、ルキア君は。生物的に面白くて、一番いろんな経験を学ばさせてもらってる先輩でもあるし、社長でもあるって感じです。すごい仲間みたいな感じでいいですね。そうですね、これが一番いいですね、メンタル的にも。てかもうこの試合前の過ごし方が結構勝負の鍵なんじゃないかなと僕は思ってますけど、どんだけ綺麗事言っても練習だけを頑張るっていうのはもう人間無理なんですよ。もう3週間だろうが1ヶ月だろうがそれだけを頑張るって無理なんで、だから例えば海に行って花火あげたりね、そういう時間が大事なんですよ。リラックス。リラックス、はい、花火はちょっとあれですけど感覚としてよくないけど、これどうですか？こういうシーン、こういうシーンいいでしょ。全部ロレックス。そう、子供に夢を与えたいなと。これ別に俺が自慢したいわけじゃないからね。その格闘技ってね、マイナースポーツじゃないですか、扱いとして。サッカー選手、野球、みんなそう書くでしょ。サッカー、野球、YouTuber みたいな感じじゃないですか、大体ね。でもそこに、今の時代的に僕が思うんですよ、そこにもう別に入ってもいいんじゃないかなっていうぐらい夢あると思いますよ。それめっちゃ思うっす。もちろんサポートしてもらって自分一人じゃできないですけど、己一人拳足を使って金を稼ぐって俺はめっちゃかっこいいと思うんですけどね。もちろんそれだけじゃない要素も必要になってきますけど、それを最初にやったのが朝倉未来さんなんですけどね。やっぱその発信力を一格闘家でもブランドとして高めていくとか、やっぱそういうのはめっちゃ勉強させてもらいましたし、そういうのも大事になってくるけど、でもやっぱかっこいいと思うね、格闘家って僕は。ニクルさんとは今も練習とっていうか交流とかあるんですか？JTT たまに行かしてもらったりはしてましたね。東京行っておる時は行かしてもらったりはしますね、キックボクシングクラスで。
で平本選手とも仲いいというかあれですよね。仲良くはないけど別に悪くもないって感じです。めっちゃ近いわけじゃないですね。でもブラックローズみたいな感じで。まあいまだに俺はよく分かってないけどね。あ、すごろく屋さんですか。ここ。あ、ここでご飯食べる。はい。まあ軽くパパッと。すごいでしょ。あ、すごいですね。なんかいろんなねスポーツ選手、野球選手とか、本当だ。はい、応援してて、これライジンのセコンドで天使選手、はい、一緒に取ったやつですね。これはなんか所秀夫さんの、セコンドとかも入ったりされてて、あ、そうなんですね。はい、すごい格闘家をね応援してるんですよ。この前それこそブレイキングダウンも僕のいとこのアンポスラのセコンド入ってくれて、はい、一緒に戦ってくれたり。これ半端じゃないですね。半端ないでしょ。いつもこれ夜出してくれるんですよ。何を体に入れたらいいのかも全部考えて出してくださるんで、本当にお世話になってます。感謝してほしいです。これ半端じゃないですね。はい。前でもすっぽんでしたよね。すっぽん鍋。僕最後来た時すっぽんでしお名前お伺いしてもいいですか。僕ピンファン報酬でチャイニーズ語でピンファン報酬。本当ですか。いやすいません、平方です。平らに中国人なんですか。いや、ノーアイドントジャパニーズ。はい。これやばいで。日本刀みたいな。た。マグロさばくやつ。そうそう、これ平賀さんがホテルで昔働いてた時に、これでマグロ描いたりしたらしいで。平賀さん、席の前に包丁あるんちゃ怖いです。要するにこう切ってこう醤油ペッペッとつけてこう食べるんかな。いや、それちゃうな。ない。はいはい。これ。おー、うまいな。まだもうちょい煮えてからか鍋は。ご飯食べるシーンあんま撮ってほしくないんですよ。僕箸の持ち方めちゃめちゃ汚い言われるんですよ。こっち美味しくご飯食べれるだけじゃないですか。それでなんか視聴者とかにお前箸の持ち方が育ち出てるなとか言われるのちょっと辛いんで、もう撮るのやめてもらっていいですか。あれ結構辛いんですよ。うまいな。魚めちゃくちゃうまい。日本行きやでも美味しく食べるのはマジでプロですよね。美味しそうに食べるから。はい。子供の頃はどんな子でした。いつも私に言い寄ってきたのなんかあ、そうなんや。いや家帰ってきたって「あ待って今日何する何する」もう知らんって言って「何する何する」もう常にそういう感じ、シャラさん構ってほしいんですよ。え構ってほしそうにしてるやろ。違う違うこの子が構えてやんちゃな子だったやっちゃいました。やんちゃでした一回持ち上げられたことありますけどね。落ちてこんな感じで。え嘘おじいちゃんいつ頃小学校ほんま低学年の子やけど小さい時顔の前でへこいたことないよ。これみんなおってこれおもろいんちゃうかなと思ってプーってやったらうわーって立ち上がってきて、昔100キロぐらいやったんですよ。うわー持ち上げられて、当時は僕笑かせようと思ってやってただけなんで、理不尽じゃんそれみたいな感じを思ってたんですよ。でおじいちゃん風呂入る時間分かってたんで風呂入る最初入るとこあるじゃないですか。最初足踏み入れて最初のところ、そこに石鹸でめっちゃつるつるしてた滑ったらええんちゃうかなと思って滑らなかったっすけどそれ実際こうやって僕見てたんですよ。じゃあおもろいやろ滑るんちゃう。いや悪いわそんなことしちゃったやばいっすね、天気。これやばいっすね。なんか映ってます？映ってます。見えてます？僕のこと映ってます。大丈夫ですか？霧が強すぎて。この辺来たらもう見えないんちゃうんいやですか？全然見えてない。登りますか。どっちやと思う。どっちやと思う？いや、僕そんなん分からへん。来たことないもん。来たことない。まあまあ、こういうこういうね自然がね和歌山多いんですよ。はいはい、いいっすね。はい。僕の中では時間によってはね。いやいや、違うそう平川さんは超えてました。時間によっては。いや平川さん超えてました。崖の上にね、いいやんね。崖の上にアンポルギアが立って、
でそこからこう景色を時間によってバーッと見えるっていうえなじゃあ5分喋っとって30分ちょっと休憩しようもうよアナザースカイみたいな感じになるかな雰囲気にならへん人おるわ今はどんな目ですかそれ？これですか、まあ、ほんまに世界の安保になるためにマニー・パッキャオ戦を見据えた目、まあ、ここから取るぞっていう、まあ、見渡して今からやるぞっていうそういう目ですでその僕が先に見てる景色ですああ気持ちいいですね全く不快感のない風やこれなんか寒くもないし。いやいや寒いっすはい綺麗に拍手一列です完璧やな気をつけてよ。はいはい。よっしゃおおこれちょっと微妙っすねあ微妙な微妙いなくなるけどね微妙いうかその違うかちょっとはいこれ以上これ取れる尺はもうないかな気持ちいいですね確かに。気持ちいいっすねこういうポスターができるんですけど。おマジでパッキャオちっちゃびっくりしたっす今あれパッキャオ選手朝倉未来選手とかの平本蓮のこのあるじゃないですか反対向くやつあの感じなんかな思ったらこれじゃないですかまあそれしゃあないねでもポスターになるだけ嬉しいっすどうですかこのポスター？かっこいいかっこいいなかっこいいっす嬉しいわちっちゃいけど。ちっちゃいけど嬉しいおったんやいやいいやいや違うパッキャオだけのやつかなとちゃんと見てちゃんと見てこじきで川みたいになってどないからあ、こ何がかいこれアンパポルッキャオの電話につく母ちゃうねん当日は7月28日は会場行きますか？いやー誘われたけどちょっと私は来へん理由があってねうんおばあちゃん誘ったんですよ招待する例言って誘ったんですよ暑いかなこの試合はフィリピンのテレビで流れるんですよ。だまたフィリピン行ったってすごいやんかちょっとバーッと手つかまれフィリピンの彼女あフィリピンの彼女作ろうかな忙しいだろあっちこっち彼女おったら実はタイに一人彼女おるよちゃんと告白したんやで誰が自分がすべて告白した動画あんねんじゃあ見てくれあんた俺やろこれで一回待ってへんねんこれで一回待ってないんよどういうことをここでは指導してるんですか？まあ主にボクシング、パンチの技術ですけど、純粋にボクシングじゃなくて、そのキックが入った上で使えるボクシング技術とか、キックボクシングの選手があまり意識しない部分、そういうのを練習してますね。今回はなんか特別になんか対策とかもしてるんですか？もちろんやってます。まあそうですよ。はい、ディフェンス戦術も攻撃の戦術も全てパッキャオ選手に合わせてやってます。アンポ選手のその強みって何かありますか？ルキアの強みはコーナーに詰めて半ば諦めたところを仕留めるとかいうスタイルじゃなくて、まだ元気な状態でも一気に終わりに持っていける爆発力が強みでしたけど、脆さもすごいあるっていう。ああそうなんですね。だからその爆発力を残したまま脆さを消すっていうのが僕の中での最初コンビ組んだ時のテーマでしたね。お願いしますあ、おばあちゃんか。またおじいちゃんもおるやん。そうスパーリング見て帰ります靴動作ボクシングシューズもう4年ぐらいやってるんでは。ああそう。はいもうだいぶ履き慣れてますよこれ水野の靴僕もう6足目ですからそうなんですか。これまだ買って1週間とかですよあそう。でもこんだけもう今汚れちゃってだいぶ練習してるんで
でこれと同じ黒を買ったんですよ。でそれを今自分でリメイクしてパッキオセンネーションしてます。めちゃくちゃこだわってます。楽しみにしようとしてすごくねでしょ。仕上がってるらしい。そうでしょ。世界戦やるんでしょ。仕上がってなかったら困るっすよ。僕だってもうメイウェザーの時のパッキャオの映像見てますからね。そのイメージでも3分3ラウンド戦うイメージ持ってるんで。マルガリート戦とか見た方がいいと思う。マルガリート戦。はい。見てないです。マルガリート戦を見た方がはい。危機感も出る。そういえばなんですけど、宇佐美戦の時にはい。暴言吐くはい暴言吐いてないですよ。そういえばレフェリーのところ行ってライジンはビデオでチェックしないんですかってレフェリーに直接言ったんです。だから持ち場を離れたって言って減点対象。暴言は吐いてない。まだまだこれからそうです。もう疲労の変わりすぎてやばいです。動けないです。パンチが得意なキックボクサーじゃ絶対に捕まるんですよ。だからノートレスね3分3ラウンド相手のその速いテンポに負けない頭の回転集中力できるそこまで高めないと今はずっとそれです。ここ横のジムさんっていうジムのなんていうんですかスパーリング会議。あ、お願いします。この後のスコアル結構バチバチなやつですか？もちろん。自分が思ってる通り動けなすぎてイライラしちゃいました。ありがとう。はい頑張りました。はいお疲れ様でしたお疲れ様です。今日も終わりっす。長い一日長いね。長いというかちょっと疲労が半端ないね。まあ当たり前ですけど。このまま裸で帰るんですね。もう一旦風呂まで行きますこれ。すいません今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。試合まであと2週間弱ですけど、まあ、最高に、まあ、今疲労最高に溜まってる状態ですけど、まあ、疲労までいてもっと精度も上げていって、マリバケ選手にマジで勝つつもりでいるんで期待してください。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたはい、埼玉ではい、お願いします。